前回はバンパーをやってましたね。でヘッドライトの方からここから透明部品がさらに出てくるわけなんですけど、で箇所メッキのパーツに色を塗ってくださいということで、しかも、クリアオレンジ、クリア色ですね。前にメッキ部品メッキ部品です。あれですね、懐かしの KPGC10 どうなったんだあれあれね、途中でちょっと投げてますね。ドアノブ紛失したのもあるんですけど、であれはメッキ部品にセミフラットブラックで、これで足付けをしてやって、その上からさらにプライマーじゃねえやサフェーサ違う足付けをしてメタルプライマーを塗って、さらにサフェーサを塗って塗装したと。非常に剥がれにくいものになりました。サフェーサ塗れないんですよ、これは。メタルプライマーだけでどの程度くっついてくれるのかという、ちょっと興味本意な部分もありますね。足付けはこんな感じです。当然傷を入れるんでツヤはなくなりますよね。で結構これ今メタルプライマー分厚く塗ってます。クレオスのクリアオレンジですね。普通にこの三角のとこだけに、こんな感じで乗せるように、ちょっと多いか、ちょうどくぼんでますからね、この塗装する部分っていうのが。筆でもそんないやらしくないです。置くだけで三角になります、大体。でヘッドライトのカバーなんですけど、今回は周り黒く塗らなくていいですね。こんな感じで小口の部分が見えないです、全く。これはなかなかいい設計ですね。うまく潜り込んでるんですよね。単純にこのタブの、やっぱりタブが大きいんですよ。こんな感じでね、極端にタブを大きく設計してるんで、下にも薄い細いタブがあるんですけどね、ちょっと当たってる部分だけ、これ下にあれですね、発泡ウレタンになるのかな。これいいですよ、傷がつかないんで。車体の方に塗装が終わってても柔らかいですからね。で次がヘッドライトのケースやらなんやら、ヘッドライトのライケースも特にややこしい部分はないです。ただ場合によってはやっぱりこの前のバンパーみたいに、特に今回透明部品が多いんで、多分ゴリラグルーが出てくると思うんですけどね。
対応してるパーツが左右それぞれ違うんで、さっきのこれどうなのかな、多分乾いてるかな。いや、硬化はまだしてないかも。いいや、どっちみち透明部品の中入ると思うじゃなくて入っちゃうんで、触らなきゃね塗料剥がれることはないと思うんですよ。だから特に検証はしないです。まだ多分塗料乾いてないんで、いや塗料乾いてからにしようかな。ちょっと乾かしますかね。乾燥機の中放り込んで、これね。じゃあクリアオレンジ乾かしてる間にワイパーを窓にくっつけちゃいます。こんな風に重なっちゃうと傷ついちゃいますからね、気をつけましょう。いや、窓をもうくっつけちゃうかな、どうしようかな。この前例のブレクサス塗ったじゃないですか。こんな感じで指紋があまりつかないんですよ。ただあまりこんなことやってると指紋ついてくるんで、間違いなくコーティング剤が取れてきちゃえばね、当然そこに指紋つきますから。ちょっと穴大きすぎない？穴がめちゃめちゃ大きいんだけど大丈夫なのか。うわ、穴めちゃめちゃ大きいな。こんな大きくていいのかな。多分今この穴から接着剤入れて表面まで回ってるんで、ワイパーあんまり動かさない方がいいですね。前にも申し上げましたが、エッチングのワイパーは使わなかったです。確かに薄くていいんですけど、縦向きのディテールがないんでやめました。こっちの方がそれっぽいんで、こういうとこのアルがないってことですね。こういうとこのアルが、これ使っちゃうとアームと重なってる部分がちょっといまいちなんですけど、好き好きだと思います。でこれ色は塗り終わってるんで、こっち取り付けちゃってもいいのかな。いやー、実は今日からね本格的にテレワークですよ。なのでさっきまで仕事しました。ここで非常にあれなんかパーツ窓つけてからでいいのか。なんかやだな、変な隙間が空く。リアウィンドウの長さ足りなくねえかこれ。どっち寄せててもでも表から見ると隙間に見えないという不思議。裏から見るとね隙間になってるんですけどね、上下こんだけ1ミリぐらい当てても隙間に見えない。不思議です。こんなにずれてても大丈夫なのかな。多分大丈夫なんでしょうね。でもちょっと怪しい。やっぱり隙間見えるわ、でっかく。どうしよう。もう全然左右が寸足らずで。こんなんあり？
見る角度によって超隙間見えるんだけど大丈夫なのかな。まあいいや、しょうがない。直しようないもの。まあ仕事が終わってからね、パッとプラモ作れるっていうのはなかなか快感だし、仕事中もちょっとこう横を見ればそこにはプラモがあるわけですよ。すごく癒されますね。さすがに仕事中は作りたいっていう気にはならないです。手出したとしても中途半端な感じになるんで、それはやめたいんでね。中途半端なのが嫌なんで。なんかもうウィンドウはあれですね。だからタブを合わせてそのタブのとこだけ接着剤入れていくしかないですね。あっちこっち結構こう覗いてみると表からでも隙間はありますけど、しょうがないです。しょうがないですって、あんまりこう今一挙にこう貼ってるんで振り回してると浮いてくる。浮いてきたらまた接着剤入れてやればいいんですよ。これはこれで置いときますね。ヘッドライト乾いたかな。じゃあ乾いたのでくっつけていくんですけど、接着面の向きは溶剤系の接着剤を使う場合はくっつかないので、またあれ使います。ゴリラグルー使います。結構これね、こんな感じ。これ一番上にこれ固まってるのくっついちゃってて、ペロンと取れるんですよ。まあこれは多分こっち自体接着できない素材なんですけどただまあプラの表面についても硬化すれば爪楊枝でガリガリやれば取れてきます。ただパーツにこうくっつけたのはなかなか取れてこないです。意識してそのぐいぐいやらないと取れないですね。でまあ湿らせましょうって、まあ湿らしてもね、湿らさなくても固まりますよ多分。一応あんまり湿ってると気持ちが悪いんで多少はこう吸ってやるんですけど、まあ何か綿棒か何か濡らしてこうくっつけてやる、湿らしてやるのがいいかもしれない。これ今湿らした透明部品ですね。こうだ。メッキについた指紋は取った方がいいですね。この透明部品裏側にシルバーの塗装指示ですけど、これはアルミテープです。艶消しのアルミテープ、糊の側が艶ありなんですよ。こっちくっつけちゃって全体がタブなんで接着位置なんで、接着位置全体が接着面なんでね、これで流し込みでよいしょよいしょ、これで置いときましょう。1時間ぐらい、1時間も置かなくていいと思いますけどね。ゴリラグルーなんですけど、だいたい1時間も置けばまあ落ちるってことはなくなるんで、
よほどグイグイやればね動いちゃうんですけど、もうこの状態でボディの方に部品は入れることができますから、これをヘッドライトをセットしていきます。ここはもうプラスチック同士なんで流し込みでいいですね。こうね、この辺りになってくるとウィンドウも含めて隙間が見えますかね。ウィンドウの周り結構隙間あります。で、今のライトケースとライトカバーも隙間が大きい。ただまあ正面から見てどうこうっていう、外側から見てどうこうっていう部分ではないんで、ただヘッドライトのライトケースの中のこの3本のスリット状の、これ LED になるのかな、ポジション灯かな、デイライトわかんないですけど、もう少し正面から見て光ってほしいなっていうのが正直なところですね。真横から見てもですね、光が当たって、まあうまく光が入れば光りますけどね。こんな感じですよね。でこれでライト絡みは OK ですね。なるほどね。まあ内側から接着剤なんですけど、これ大丈夫ですね。一瞬これ接着剤、ちょっとこれは流し込みは厳しいので、ブレンド接着剤ですね。ブレンド、流し込みと普通のドロドロと混ぜたやつです。ポロッと落ちるとボディが汚れちゃうんで、流し込みを前後に入れておきますか。今くっつけたばっかなんで、当然これくっつけるときにポロッと落ちちゃうのが怖いですから、これはもうちゃんと乾かしてやりましょうね。傷つかないところに逆さまに置いといて。ちなみにこれラジエーターのエプチングパーツこんな感じにしてみました。アクステオンのホームページ見に行くと、なぜかこれが下にあって、この下に貼ってあるやつが両側になってたんですけれども、実写の写真見るとね、この両側のここがめくらなんですよ。なんちゃってダクトなんですよね。もちろん車によってはここは穴開けちゃって、インタークーラーか何かつける場合もありますでしょうし、ブレーキのダクトが入ることもあるかもしれない。で、僕が動画で確認できたのが、インタークーラーやっぱりリアシートのこの車内に、だからこの裏側、この位置ですね、ここにインタークーラーついてる車があったんですよ。で、エアの流入どっからするのなんですけど、蛇腹のパイプがここに伸びてました。こ
ぺですね、この丸い出っ張り。これがまたインテークなので、そんな車両もありましたね。ただこの白の18番に関しては、このように裏側こうめくら蓋で潰してあったんで、またこれ裏側からプラ板を貼ってやって、で、潰してあります。なのでこの両側に関してはキットのままでいいかもしれない。穴わざわざ開けてエッチング貼らなくてもいいんじゃないかなって感じです。このようにフレームの中にしっかりと収まって、これはなかなかアクステムさん努力してると思います。まずこの下のラジエーターですね。上のものと高さは同じなんですよ。ちょうどここのフレームとここのフレームがっちり収まります。それからこの上の幅のものに関してもこの両側の立ち上がりにかっちりはまるので3歩で接着できてる。だから特に裏側何もしなくてもね、がっちりくっついてますので外れることはないと思います。